皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。アラスカでロシア、アメリカの首脳会談が行われ、その後すぐにアメリカでウクライナのゼレンスキー大統領とヨーロッパの首脳らが一斉に集まって会合を行いました。トランプ大統領はその後さらにプーチン大統領に電話をして、ウクライナとロシアの首脳会談も行いたいというような段取りを整えたと言っていました。ところが現在のところこの話は全く具体的な話が進んでいないようです。その間も戦場では激しい戦いが繰り広げられており、ウクライナとヨーロッパによる抵抗戦が続いています。そしてしっかりと守りを固める中においても、反撃するための手段と実行が非常に重要であることをウクライナは示しています。欧米から長射程の兵器についての供与はなかなか進んでおらず、自国で何とか反撃する手段を開発・生産しています。ここ最近は特にエネルギー関連施設への攻撃が連続的に成功しており、ロシア国内の混乱も引き起こしています。今回はそのあたりの状況から見ておきましょう。ロストフ州で唯一稼働中の製油所であり、ロシア南部への石油製品の主要供給源であるノボシャフチンスク製油所は火災が続いている。ドローンによる攻撃を受けたこの製油所は8月21日から4日目も火災が続いている。近隣の4つの州の消防士たちがこの地域に派遣されている。知事によると、化学消火剤に加えて消防士たちは大量の水を必要とし、いくつかの集落で給水を停止しなければならなかった。このため現在8000人が断水したままである。CNN の推計によると、8月初旬以降、石油精製所を含む少なくとも10のロシアの大規模エネルギー施設が攻撃の被害を受けている。このうち4つの製油所が生産を停止。リャザンのロスチネフ工場は生産能力の半分が停止した。モスクワタイムズによると、ロシアの石油生成能力の約 13% が麻痺している。また、天然ガスの処理施設もドローン攻撃の餌食となっています。港に隣接したこの地域、赤く枠が囲われている部分、ここにウクライナ軍のドローンが突撃しました。こちらの映像では大爆発が起こっています。この爆発の影響によって、この施設の中枢部分が破壊されたことにより、年内の操業再開は不可能ではないかと指摘されています。こうした遠距離攻撃には、ウクライナ軍の様々な兵器が用いられています。飛行機型のドローンや、もしくはロシア軍が使っているシャヘドのような見た目のドローンも存在します。前回の動画においては新しい巡航ミサイルについても紹介しました。これからはこれらの兵器が様々ミックスされて攻撃を実施することでしょう。そして今回新しく映像が公開されたものがあります。もともとは地対艦ミサイルだったものを今度は地上攻撃用に、そして射程距離を伸ばしたものが開発されています。それがロングネプチューンです。映像としては非常に短いものでしたが、これがロングネプチューンの製品版と見られるものです。ただし、ロングネプチューンはその性能についてはまだ十分公開されていません。射程距離が 1000km 程度ということしか報告されておらず、飛行能力、破壊能力、妨害電波に対する耐性など、ほとんどのことがまだ公開されていません。ただ、もともと地対艦ミサイルネプチューンはロシア軍の艦艇を撃沈したこともあるので、能力それ自体にさほど問題はないでしょう。ただ、ウクライナ国内での長射程兵器の開発競争といったものが起こっていることが映像の公開につながったと見られています。ロングネプチューンは射程 1000km ですが、設計、開発、製造などは主にはウクライナの国営企業が当たっていると見られています。しかし、ここ最近注目されているウクライナ軍の長射程ミサイルフラミンゴはウクライナの新興企業であり、従来からあった企業と新しく出てきた企業との間で競い合っていることが兵器の発達を進めているものとみられます。そしてここにアメリカが販売する新しい巡航ミサイルがウクライナに渡るものと見られています。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、アメリカは低コストで大量生産可能な巡航ミサイルを開発生産し、ウクライナに販売承認したとのことです。これはバイデン政権時代に設計開発の指示が出されたもので、トランプ政権になってようやくの販売承認が下りたものと見られています。バイデン政権に一つ問題になったのは、従来の兵器の価格では大量消費に耐えられないといった問題が指摘されていました。今回開発された低価格の巡航ミサイルは、イギリスやフランスから供与されているストームシャドウやスカルプの4分の1の価格だと言われています。射程距離は最大 400km、弾頭は 230km、戦闘機に搭載し、空から地上に向けて撃ち放つものです。
バイデン政権時代であれば無償供与されていたものですが、現在はトランプ政権。トランプ政権は無償供与ではなく、この兵器を販売、ヨーロッパが代金を支払い、ヨーロッパが受け取った上でウクライナに供与する流れとなります。ただし、この新しい低価格巡航ミサイルについての取り扱いは、規制がかかっている可能性があります。ウクライナの長距離攻撃制限、前政権方針を転換か。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ウクライナによるロシア領内への長距離ミサイル攻撃をアメリカ国防総省が数ヶ月にわたり制限していると報じている。バイデン政権の時は長距離ミサイル攻撃を容認していたが、トランプ政権が事実上方針転換した形だ。国防総省ナンバー3のコルビー国防次官が主導し、ウクライナがアメリカ製の長距離地対地ミサイル、エイタクスヌスなどを使用する前に、ヘグセス国防長官の許可を必要とする新ルールを決めた。このルールは対外的に発表せず、今年春から運用が始まった。その後、ウクライナは少なくとも1回、エイタクムスによる対ロシア攻撃の許可を求めたものの、アメリカは認めなかったという。バイデン政権は昨年11月、それまで制限していた長距離ミサイル攻撃を容認することを決めた。それがトランプ政権になって翻ったわけなので、トランプ大統領のロシアに対する融和的な姿勢を示しているものとみられます。しかし一方において先ほどは、バイデン政権の時に開発指示生産された低価格巡航ミサイルが販売されたわけなので、トランプ大統領としてはお金を払ってくれるんであれば、ウクライナに対する軍事兵器の移転については認めるとしているのでしょう。このあたりはトランプ大統領のアメリカファーストが現れています。次に戦争研究所の発表している各地の戦いについての概況。全体の状況としては大きな動きはありません。しかし大きな動きがないことそれ自体がウクライナ軍の抵抗の戦いが成功している証でもあります。まず北部戦線。全体の状況としてよくコントロールされており、ウクライナ軍がスームイ州で反撃を行っていくつかの集落を取り戻したと発表しています。ただし、ハルキウ州においてはロシア軍がじわりと前進したとの報告もあり、ロシア軍を完全に追い出すことができているわけではありません。次に東部戦線。東部戦線における戦いでは、ポクロフシクが最大の戦いとなっていますが、それ以外の場所でも戦闘は継続的に行われています。アーソルで示した町、リマン。そのリマンの町に徐々にロシア軍が迫っています。この地域全体においてはウクライナ軍が一度反攻作戦を成功させ、大きく押し戻したところです。一時はリマンから先、クレミンナまで到達しようとしていたのですが、残念ながらロシア軍がじわじわとまたリマンの町に迫っています。ただし、2022年で取り戻したところを2025年になってもまだ取り戻せていないことから、ロシア軍がリマンの先イジュームまで取り戻そうと思ったら、またさらに2年から3年の時間はかかることでしょう。そして最大の激戦地ポクロウシク。戦争研究所は基本的にかなり慎重に戦線の評価をしています。ロシアの軍事ブロガーやもしくはウクライナ側の軍事ブロガーらはポクロウシク周辺では激しく両軍が戦いを進めており、町の北側においてはウクライナ軍がかなりの地域を取り戻したとしています。しかしそれもまた流動的であり、この地域においては一進一退が日常的な状況となっています。ちなみに最近ではあまり地上波のニュース報道でも取り上げてはくれませんが、ロシア軍は北朝鮮軍から援軍を得ています。武器弾薬の支援だけではなく兵士の派遣も受けています。東部戦線で北朝鮮兵の姿は少ないと見られており、北朝鮮兵は主に北部戦線に投入されているとされています。しかもロシアはこれまで北朝鮮からの援軍を受けていることを正式には認めていなかった時期もありました。しかし多くの兵士が死傷して帰国しています。今では金正恩氏自身が兵士たちが多く亡くなっていることを認め、その上で彼らを英雄として祭り上げています。ただし北朝鮮にしてみれば侵略者の片棒を担いでいるに過ぎません。ましてや北朝鮮兵にしてみればウクライナの地で戦う理由など全くありません。彼らが戦う理由というのは結局のところ、金正恩氏がロシアからエネルギー資源や食料、軍事技術などを獲得するために兵士たちの命を捨て駒にしているに過ぎません。ただ残念ながらそうやってロシアから多くのものを得た北朝鮮は金正恩体制を強固なものにしようとしています。インターネット上にはロシア側のプロパガンダメディアとウクライナ側のプロパガンダメディア、どちらも存在します。ですから、どちらかだけを見ていると、必ずのように極端な話に振り回されることとなります。例えば今回私は冒頭において、ウクライナ軍の遠距離攻撃によって石油生成施設や
天然ガスの処理施設の被害を挙げ、それがかなりの大きな影響を与えているという話をしました。ただし、それは地域的な問題であり、国家全体によってそうではないといったことも押さえておく必要があります。例えば、特定の地域においてはガソリンの販売に規制がかけられ、軍の車両だけにしか販売してくれないようなところもすでに出ています。しかし、ロシア全土において全ての地域でじゃあガソリンが買えないかといえばそういったわけではありません。なぜならば、供給能力が下がった時にどこの地域に優先的に配分するかは地域によってかなり異なるからです。クリミア半島においてガソリンがどんどんと買えなくなった。みんながパニックになって購入を焦るものだから、ガソリンスタンドで本格的に売るものがなくなってしまったという話がある一方において、じゃあモスクワやサンクトペテルブルグでガソリンスタンドでガソリンが買えないかといえばそういったわけではありません。結局のところロシア国内においては、まず第一に軍に優先的に物資を供給し、次に大都市圏で騒乱が起きないように物資を優先的に回すというこの方針はかなり厳格に守られているようなのです。逆に言えば地方であったり軍と関係のないところでは今まで通りのものを手に入れることができなくなってしまうわけです。例えば極端に人口が少ないところであるとか生産地から遠い場所といったものは、かなり放置されてしまうわけです。例えば千島列島のようなもともとそんなに潤沢に物が回ってこない地域においては全然燃料が回されてこないといった問題などもすでに発生しているようです。そうやって地方や貧しい人々を切り捨てるといった方針がどんどんと進んでくれば、結局はロシアの国力全体の未来を暗くする行為ですから、今ウクライナがやっている戦略資源に対する攻撃というのは、とにかく繰り返し行い続けることがロシアの足腰を砕いていくのに、非常に重要な攻撃だと言えるでしょう。ロシアのプロパガンダメディアはこのような攻撃は大したことはない、何の問題もないと極端なことを言い、ウクライナのプロパガンダメディアはロシア経済はすでに破綻し崩壊し、人々は全て飢え死んでしまうといったような、極端な話をしますが、現実においてはその両極端どちらでもなく、部分と全体の話を少し分けて見ながら状況を理解することが必要でしょう。なんでこんな話をするかというと、結局のところ8月というのは日本にとっての終戦のことを思い出させる期間であり、その時に非常に大事な教訓というのが敵を知り己を知ることの重要さです。プロパガンダメディアというのはとにかく敵をいかにして過小評価し、逆に自分たちの方をいかに過剰に高く評価するか、つまり誤った見方といったものを植え付けてしまうものです。敵も味方もそれぞれ客観的や冷静になって比較分析することが現実を理解するのに必要なポイントだと私は思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。